こんにちは。今回はですね、こちらのトリマーテーブルなんですけど、ボリューム1でですね、こちらのテーブル、ボリューム2でこちらのですね、フェンス、それとボリューム3でですね、このフェンスとテーブルを融合させていったんですけども、実際にですね、今回はですね、こちらのトリマーテーブルを使って実践をしていきたいと思います。そしてですね、まずね、これを使う前にですね、絶対これしていただきたい部分なんですけども、スタンダードなですね、使い方、トリマーのですね、こちらのトリマーの使い方のスタンダードな動画っていうのは以前公開させていただきましたんで、スタンダードな使い方はそちらの動画の方もですね、ぜひチェックしていただきたいと思うんですけども、まずはじめにですね、必ずですね、使わないとき、これコンセントは必ず抜いておいてください。これね、万が一これ裏にスイッチがあるんですけど、スイッチカチャって入ってこれ刺さったままだったらですね、これ急に回り始めて危険なので、必ず使わないときはコンセントを抜いておいてください。そして次にですね、こちらの部分ですね、こちらはですね、ボリューム1のですね、トリマーテーブルでね、登場したんですけど、こちらのネジですね、こういったところ緩んでないかを確認してください。それとこれの真裏にあるんですけども、トリマーをですね、こう保護しているカバーですね、これが取り付いている部分なんですけど、このネジが付いている部分、こちらのカバーですね、カバーのロックとかがね、開いたまんまだったりしたら非常に危険ですので、こういったのを使うときはですね、カチッとこの刃をですね、調整した後なんですけども、カチャッとねなっていることね、最初の準備すべてを確認しておいてください。はい、それではですね、こういったね木材に溝を掘っていこうかなと思うんですけど、これですね、あらかじめここにもう 6mm のビット、ストレートビットを取り付けてます。で、ここのですね、木材なんですけど、この小口って言われるこの端の部分ですね、ここにですね、ここに掘りたいっていうところにですね、ここにちょっと印を入れてるんですよ。この幅は 6mm あるんですけど、まずはですね、これをフェンスに当ててですね、フェンスの部分をこう調整していきたいと思います。はい、こんな感じでですね、フェンスをこう前後ろにやってですね、ここの小口のところにこうピタッと調整しました。でね、これ今回私が作ったこのトリマーテーブルなんですけど、溝をね、こんな形でですね、溝でスライドするので、この辺のこの移動が簡単にいくのかなっていうところだと思います。で、次にですね、ここだっていうのが決まったところでですね、こちらですね、ボリューム3で登場したこの融合でですね、フェンスとテーブルが取り付くこのボルトなんですけど、これを締めていきたいと思います。もうガチッとこう止めたんですけど、これをね、右左ありますんで、両方締めていきたいと思います。はい、こんな感じでですね、まずこちらのですね、フェンスの方をもうセッティングしました。で、ここのですね、出幅っていうのを調整して、ここセッティングして、ボルトを締めてですね、もう動かないようにこう、グッと押してもですね、動かないように確認してもらって、セッティングしていったんですけど、これね、ちょっと刃が今出過ぎてますんでですね、これをね、刃をですね、今回ちょっと 3mm ぐらいでやっていきたいと思いますんで、3mm で調整していきたいと思います。で、調整するときはですね、これ差し金っていうこれ定規なんですけど、こういったのをですね、こう当ててですね、ちょうど今ですね、3mm の高さになってるんですけど、ちょっとカメラがね、斜めなんで見えにくいかと思うんですけど、今ちょっと 3mm に調整してます。で、これでですね、この木材にですね、実際に溝を掘っていきたいと思います。はい、ではですね、こちらの木材にね、実際こう溝を、ここの部分ですね、ここに深さ 3mm のですね、溝を掘っていきたいと思うんですけども、で、ちなみにですね、これね、この溝ですけどね、以前のですね、トリマーのスタンダードな使い方でも紹介させてもらったんですけど、通常はですね、面取りって言ってここの端っこにかけるときですね、これはトリマーが反時計回りですね。通常で使うときですね、こうやってトリマーをガイドとかを使ってやるときですけど、上からやるときは反時計回りです。外周はですね。で、額縁のようにですね、ここが空洞になっている場合ですね、空洞の内側は時計回りという形になります。で、トリマーテーブルになるとこれ逆になるんですよ。で、この溝の場合なんですけど、溝の場合はですね、これはトリマービットがここに来ますよね。そうすると右と左にですね、木材がいるんで、同じ抵抗がかかってるんで、そこまで考えなくていいかと思うんですけども、面取りをされるときですね、必ずですね、自分から向かってですね、トリマーテーブル向かって右からですね、こう送ってやるようにしてください。これが逆にこんなにならないようにしてくださいね。溝を掘るときは実際これはそこまで考えなくてもいいのかとは思うんですけども、両方に抵抗がかかるんでですね、両方に抵抗がかかるんで考えなくていいかと思うんですけども、面取りの時もですね、もうこちらからになるんで、
これはもう方向を統一しておいた方がいいんじゃないかなと思います。それとですね、ここですね、ビットがここで回転していきますんで、通常はですね、こう送りながらやっていくんですよ。こうやって送りながらやっていくんですけども、で最後ここでこう抜いていくような形になるんですけど、今回ですね、私がトリマーかけていくときですね、すいません、ちょっと撮影上なんですけど、ここにカメラがいますんで、ちょっと私をね、後ろに回り込みながらやっていきますんで、通常はですね、こう手を送りながらやってください。で、ここの周りですね、あんまり近くに手を持っていかないようにしていただければと思います。あとですね、こんなんやって送っちゃったりすると、手がこう滑ったりするとですね、ここのビットで怪我をしたりしますんで、必ずですね、手が滑らないようにグッと固定とかしてもらっとった方がいいかと思います。で、木を送るような感じですね。こうですね。で、向こうでまたこう取ってこうな感じですね。がいいのかなと思います。それではですね、実際にここにですね、溝を掘っていきたいと思います。はい、こんな感じでですね、綺麗にね、溝が掘れました。で、最初目標としていた部分なんですけど、こういった形ですね。この鉛筆で描かれたこの線、内側、ちょうど6ミリですね。ここの部分ですけども、あらかじめですね、フェンスでこれを前後調整してたので、綺麗にここのですね、目的の溝幅にですね、3ミリの溝を掘ることできました。で、次にですね、こういった形のビットなんですけど、これがね、面取りビットっていうビットなんですよね。これもですね、以前の動画で紹介させてもらってます。スタンダードなね、使い方の時でもですね、こちら出てきたんですけど、ここが上がベアリングになってて回転するんですよ。で、こちらのですね、端の部分ですね。先ほどこれ木材の真ん中に溝を掘ったんですけど、この端の部分とかに加工を入れていくビットになるんですけども、これをやっていきたいと思います。はい、次にですね、こちらの面取りビットなんですけど、先ほども言ったとおりこちらですね、ベアリング、この銀色の部分なんですけど、これが回転をします。で、これがですね、この木材に当たって、ここ、ベアリングの部分は削らないんですよね。この赤の部分ですね、この赤のここの刃があるんですけど、ここの部分が削っていきます。なので、これですね、この刃の部分、このベアリング、これ調整しながらやっていきたいと思うんですけど、これがですね、これ極端なんですけど、これでいくとですね、ベアリングは当たらないんですよね。これですね、ベアリングよりも木材、ベアリングのここの位置よりもですね、木材の方が低いんですよね。これだったら当たらないので、必ずですね、この木材にこのベアリングが当たるように高さを調整していきたいと思います。今回はですね、ちょこっとこれが当たるぐらいですね、ここぐらいで調整していって、ここに面取りをしていこうかと思います。で、このフェンスの位置なんですけど、これですね、いきなりこうかけちゃうと、上からですね、トリマーを使うときですね、こうやって使うときはまだいいんですけど、トリマーテーブルにして使うと、回転してですね、こう当てたときにポンと最初弾くような感覚になったりするかと思いますんで、極力ですね、このフェンスの部分を、このベアリング邪魔にならない、これをはみ出さない程度にですね、寄せていきたいと思います。はい、結構寄せたんですけどね、これちょっと若干これベアリングがこう覗き込んだ感じですね。こんな感じですね。で、ここをですね、こう通過しながらですね、こうトリマーをかけていこうかと思います。それではですね、こちらの部分ですけど、ここにね、面を取っていきたいと思います。こんな感じでですね、ここのね、端の部分、綺麗にこうやって面を取ることができました。こんな感じですね。はい、こんな感じでですね、通常ね、上からこうやってガイドで
トリマーをかけていったりするんですけど、このガイドですね、この金具でもそうなんですけど、これよりですね厚みが少ないこちらの木材、こういったのをねトリムをするとき、ガイドを使ってやるときはもう非常に困難なんですよ。でこれをですね、今回ボリューム1、2、3とですね作っていったこのトリマーテーブルがあれば、先ほどみたいなこんな感じで簡単にね、こういった溝であったり、こういった面取りであった加工ですね、こういったのを簡単にできるかと思います。で必ずですけどですね、ちょっとおさらいになるんですけど、使う前にはこういったボルト、これ4本あるんですけど、ボルトであったり、この裏にですねトリマーがあるんですけど、そこのカバーとかですね、ロック、そういったのを全て確認していただいて、その全てが大丈夫ってなった時に初めてコンセントを入れてですね、そして快適にねこれを安全に使っていただければいいかなと思います。で非常にこれはねもう本当に DIY のね幅も広がると思いますし、こんなの作りたいなとか、そうですね、棚とかでもそうですし、ちょっとしたね入れ物箱であったりとかでもそうなんですけども、 DIY の幅がねすごくね広がるいいこのトリマーというのは工具なんですよ。でこのトリマーテーブルというのがあれば、その幅がもっと広がって、私はすごくねいいんじゃないかなということでお勧めさせていただいてます。でこちらのですねボリューム2、ボリューム3で出てきたこのレールなんですけどね、これでこのフェンスのですね前後ろの送ったりが非常にスムーズにいくんで、実はですねこのトリマーテーブルまださらにですねちょっと変化をさせていこうかなと思います。ぜひチャンネル登録いただいてですね、そちらの動画もお見逃しないようにですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。で今回はですねこのトリマーテーブルの簡単な使い方になったんですけども、ぜひですね以前の動画でトリマー自体のですね、スタンダードな使い方という動画もね公開しておりますので、そちらもですねぜひご覧いただいて安全に使って楽しい DIY ライフ送っていただければと思いますんで、そちらの動画の方もぜひご視聴よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。